皆さんこんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今日はミノルタのオートフォーカス一眼レフ α7000 について話します。アルファっていうのは今ソニーのブランドになってて、主にミラーレス一眼カメラで使われてますけど、2006年にソニーのブランドになる前はミノルタ、合併した後はコニカミノルタになりますけど、のブランドだったんですね。そのアルファっていうブランドの最初の機種、それがこのミノルタ α7000 というカメラだったんです。ミノルタ α7000 というカメラについてはいろいろとマニアによって語られてることがありますけど、特徴が2つあるんですよ。まず、初めての実用的なオートフォーカス一眼レフだっていうこと。それからもう一つが、すべての機能が自動化された実用的な一眼レフだったっていうことです。それぞれどういうことかっていうと、まず、実用的なオートフォーカス一眼レフっていうことについてなんですが、それ以前にも1981年のペンタックス MEF、それから1982年のオリンパス OM30、そして1983年のニコン F3AF といったオートフォーカスの一眼レフは存在してたんですよ。でも、どれも1種類もしくは2種類しかない専用のレンズでしかオートフォーカスが働かないし、性能的にもちょっと不足してたんですよね。一方で、このミノルタ α7000 は違ったんです。発売した時点で超広角から超望遠まで、それからマクロや単焦点もあるしズームもある多くのレンズを取り揃えて、それ以外のアクセサリーも含めてシステムがちゃんと構築されてました。そして何よりオートフォーカスの性能がとても実用的だったんです。もちろん現代のデジタル一眼レフやミラーレス一眼カメラには性能は劣ります。でも2000年代半ばくらいまでは十分に実用的なオートフォーカスの速度と精度があったって言えるんじゃないかと思います。もちろんファミリーユースでの話ですけどね。私がフィルムカメラの時代の最末期に使ってたカメラが1990年代の前半にペンタックスが出したオートフォーカスの一眼レフだったんですけど、正直その90年代のペンタックスのオートフォーカスの一眼レフと1985年のこのミノルタ α7000 と正直性能は大差なかったと思うんですよね。さて、もう一つの特徴。それが全ての機能が自動化された実用的なカメラであるっていうことなんですけど、このミノルタ α7000 はフィルムカメラで自動化できる箇所がほとんど自動化されてるんです。オートフォーカスもその一つですけど、他にもフィルムの装填は先端を引き出して軸の上に置いて裏蓋を閉めるだけで OK。巻き上げは自動で、巻き戻しも自分でスイッチをスライドする必要はあるんですけど、巻き戻し自体はモーターを使った自動になってます。フィルムの感度も DX コードという機能で自動設定されます。もちろん、シャッター速度や絞り、いわゆる露出の設定もプログラム AE で自動です。こういう機能っていうのは、それぞれ単体ではそれまでも存在してたんですよ。自動巻き上げとか巻き戻しはコンパクトカメラではすでに実現してたし、一眼レフでもコニカやコンタックスの製品は自動巻き上げを内蔵してたものがありました。ミノルタ α7000 がすごかったこと、そして実用的だったのは、そういった機能を全部カメラに集中させて搭載されてたってことなんです。さらに、自動化以外のスペックの面でも、この α7000 は全部乗せのカメラだったんです。シャッターの一番速い速度は2000分の1秒。今でこそ当たり前のスペックですけど、当時1980年代の半ばっていうのは一部の特別な機種だけが最高速4000分の1秒を搭載してるっていう時代で、2000分の1秒は中級機としては十分すぎるスペックだったんですよね。露出モードもプログラムの他に絞り優先、シャッター優先、マニュアルと4つのモードに対応したフルモードです。これも1980年代にはプログラムと絞り優先はあるけどシャッター優先がないみたいな機種の方が多数派だったのでとても充実した内容です。それから専用ストロボをつけると TTL 自動調光、つまりストロボの設定を自動化してくれるっていう機能もついていて、これも当時としてはかなり売りになるものでした。こういったそれぞれ単体でもカメラの売りになるような機能が全部揃っていて、しかもオートフォーカスで各部が自動化されてる。
そんな高機能カメラなのに、標準ズームレンズ付きの値段で比べると、同じくミノルタ製のマニュアルフォーカスの一眼レフ X700 と定価がほとんど同じだったんです。高機能で安い、そんな夢のような製品が売れないわけがないんですよね。発売の翌年1986年には一眼レフという製品のジャンルにおいてミノルタの製品が 40% っていう空前絶後のシェアを占めたっていうことです。こういったオートフォーカスの一眼レフについて研究した本である同人誌の佐藤評論6では、高性能かつ高機能なのに価格破壊した製品だったっていうことがミノルタ α7000 が大ヒット製品になった理由であると指摘されています。それじゃあ、1985年の時点では、そんな革新的な製品だったミノルタ α7000 は、2021年の今でも使えるカメラって言えるんでしょうか？結論から言うと、機能の面では全然使えます。特にフィルムカメラ初心者の方が初めて触る上でも、今話してきたように様々な部分が自動になっているので、操作はとても簡単です。α7000 より後に出た一眼レフは、だいたい同じように自動化されているので、同じように初心者でも簡単に使えるんですけど、それって要するに α7000 の影響でそうなったんですよね。そんな風に α7000 以前、以後っていう区切りを作ってしまったっていうことが、このカメラの本当にすごいところですね。では実際に動かしているところを見ながら使い方を見ていきましょう。まず、電池を入れます。今回は単4電池を4本入れます。今映っているバッテリーパックは一番製造数が多い単4電池用なんですけど、他に単3電池用と、それから 2CR5 リチウム電池用のバッテリーパックもあります。自分が持っている α7000 に対応した電池を入れましょう。特にアルカリ電池を入れた時の注意として、液漏れする可能性があるので、長期間使わないときは電池を抜いておきましょう。電源を入れます。スイッチですけど、一番右まで動かすと操作音が鳴る、音が出るモードです。真ん中に合わせると操作音が鳴らないモードになります。フィルムを入れます。フィルムの先端を赤い点のところまで引き出して裏蓋を閉じます。すると自動で巻き上げられて撮影の準備が完了します。フィルムを入れるのはこれだけで OK です。フィルムの感度についても今新品で販売されているフィルムにはほとんど DX コードというものがついているので自動で設定されます。それでは撮影しましょう。シャッターボタンを半押しするとレンズが動いてピントが合います。音が出るモードの時はピントが合うとピピッと音がします。ファインダーの中にも緑色の LED ランプが点灯します。もしオートフォーカスが動かないときは、レンズの脇にある AF、M と書いてある切り替えスイッチを AF の側に合わせましょう。露出などのその他の設定も自動でやってくれます。露出についてですが、電源を入れるとき、音が鳴るモードにしてあると、暗くて手ブレする可能性がある場合、警告音が鳴ります。ピントがあったら、シャッターボタンを押し込みます。シャッターが切れます。シャッターが切れると自動でフィルムが巻き上げられるので連続で撮影することもできます。巻き戻しです。フィルムを1本取り終わるとビーッと音がしてフィルムカウンターが点滅してそれ以上巻き上げられなくなります。そうなったらカメラの裏側にある巻き戻しスイッチを R のボタンを押しながら左にスライドさせます。すると自動で巻き戻されます。巻き戻しが終わったら、モーターの音が止まるので、フィルムを取り出します。巻き戻しのスイッチは、裏蓋を開けると自動で元に戻ります。これで撮影の流れは完了です。さて、簡単にそれ以外の操作についても触れておきます。α7000 の操作は、シャッターボタンの手前と、レンズの脇、左手側にある青いスイッチで行います。この三角形が書いてあるスイッチですね。
一番簡単なモードのプログラムモードの時は、このボタンでプログラムシフトができます。その他にも、左手側のボディの上の面にある銀色のボタンを押しながら、この青いボタンを押すことで、モードを切り替えたり、露出補正をしたり、セルフタイマーを使ったり、連射と単射を切り替えたりすることができます。プログラム以外の露出モードで、露出を手動設定するときも、このボタンを使います。操作がわからなくなってしまったら、フィルムカメラの初心者の方が触るときに、間違えていろんな設定のボタンを押してしまって、わからなくなってしまうことがあるかもしれないんですけど、そんな時も大丈夫です。そういう時は、電源スイッチの横にある、この P と書かれたボタンを押すことで、初期設定に戻るようになってます。この P ボタンを押すと、最初に使い方で解説したような、シャッターのボタンを半押しして、ピントを合わせるだけで撮影できるっていう状態になるので、初心者の方は迷ったら、まずはこの P ボタンでリセットして、一番デフォルトの設定で撮ってみると、カメラの使い方に慣れていくことができると思います。さて、使い方の最後なんですけど、この動画で説明したように、様々な機能が充実しているミノルタ α7000 なんですけど、唯一内蔵してないのがストロボなんですよ。ストロボを使いたいときは、アクセサリー集にストロボを取り付ける必要があります。専用のストロボを使うと、ストロボ関連の設定もすべて自動で設定してくれます。なので、ストロボの電源を入れて、ストロボが光る状態になったら、シャッターを押すだけで OK です。ミノルタ α7000 用の専用ストロボは、だいたいジャンク扱いになっちゃってるんですけど、とても安く買えるので、カメラ屋さんやハードオフで探してみるといいでしょう。では、このミノルタ α7000 を使うと、どんな写真が撮れるのかっていうことを見ていきましょう。このように、かなりよく撮れます。この写真を撮った日って、曇り空だったんですよ。結構薄暗くて。なのに、装着しているレンズがあんまり明るいレンズじゃなくて、使っているフィルムも ISO200 っていう、決して曇り空の日に向いてるものじゃないのに、すごい映ってるんですよね。雰囲気がある。レンズは、ミノルタ AF ズーム35から 70mm F4 っていう、当時、ミノルタ α7000 とセットのようにして大量に販売された、今でいうキットレンズのようなものなんですけど、ここまで写りがいいとは思いませんでした。キットレンズは写りがいいってよく言われますけど、本当ですね。このミノルタ AF ズーム35から 70mm F4 なんですけど、もっと後の時代のオートフォーカスレンズに比べて作りがとてもいいし、同時代の他のミノルタアルファ用レンズよりも修理が簡単で、本当にいい製品だと思います。機能の面では、マクロ撮影の機能もついていて、このように桜の花を大きく写すこともできました。以前はマニアからは全然顧みられることのなかったミノルタ α7000 なんですけど、こんな素晴らしい写真が撮れるカメラだとは本当に驚きました。というわけでいろいろ見てきましたけど、最後にミノルタ α7000 を中古で買うときどうしたらいいかってことと不具合について話します。このようにミノルタ α7000 はかなり時代を変えたカメラなんですけど、なのに中古だとすごい安いんですよ。ほとんどの場合、ジャンク扱いです。とってもよく売れた製品なので、全然珍しくないっていうのと、あと、どうしても壊れてしまってるものが多いんですよね。一番よくある不具合が、電池の液漏れです。液漏れした後に直接触るのは体に良くないのであまり推奨できないんですけど、電池の端子をちゃんと掃除して磨いてあげることで、壊れてると思ったミノルタ α7000 が息を吹き返すっていうこともあります。一方で、電池を入れても動かないっていうこともあって、その α7000 は正直寿命で治らない可能性が高いと思いますね。悲しいことなんですけど、他の α7000 を探した方がいいと思います。ただ、壊れた α7000 もフィルムカメラが好きな人の役には立つかもしれないので、ほとんど値段はつかないんですけど、捨てないでハードオフとかカメラ屋さんとかそういうところに引き取ってもらうといいと思います。それから、今映ってるカメラもそうなんですけど、上の面にある液晶が液漏れするんですよね。これは α7000 の持病です。
これは動作そのものには影響しないんですけど、見た目は悪いですね。ここが綺麗な α7000 はかなり貴重です。最後に、グリップの劣化。α7000 に限らず、もっと後の時代のオートフォーカスのカメラまでそうなんですけど、ミノルタの一眼レフに共通する不具合が、グリップの部分の素材が加水分解してボロボロになっちゃうんですよね。これはもうどうにもならないです。上から何らかの素材を貼り付けてる人とか、3D プリンターで心臓してる人とか、様々な工夫をしてる人がいますけど、うまく補修をするしかないですね。私のものも補修をしてあります。というわけで、ミノルタ α7000 というフィルムカメラの話でした。こういったオートフォーカスの一眼レフカメラ、以前はマニアはほとんど顧みてなかったんですけど、それが佐藤茂雄さんの同人誌、佐藤評論シリーズをはじめ再評価する動きがあって、私もその流れでこういったオートフォーカスのカメラに目を向けるようになりました。もちろん中身は電気製品なので壊れたら修理が困難なのが悲しいところですけど、これからフィルムカメラを触ってみたいっていう方にも操作が簡単で向いているのではないかなって思います。プラスチックのカメラを触ると、もともとマニア人気があったカメラとは違う楽しみを見つけることができてとても楽しいですね。これからもオートフォーカスのカメラ紹介していきたいと思ってるのでお楽しみに。ありがとうございました。オブスクラでした。